DIY 教室珪藻土の塗り方。今回は調湿性、消臭性、保温性に優れた DIY 珪藻土を壁紙の上に塗ります。こちらの材料と道具を使って DIY します。施工する壁紙をきれいにしておきましょう。塗る壁の周囲が汚れないように養生します。珪藻土の厚み分、壁から 2mm 離してマスキングテープを貼ります。2mm の隙間を塞がないようにマスカーを貼って広げます。もっと養生範囲を広げるにはビニールシートを敷きましょう。コンセント等はカバーを外して水分や珪藻土が入らないように塞ぎます。シーラーには下地を強化したり珪藻土の定着を良くする種類やシミや汚れが浮いてくるのを抑えるアク止め剤入りなどがあります。珪藻土を塗る前に必要に応じて下地に合ったシーラーを塗りましょう。全体に塗ったら完全に乾かします。粉末タイプの珪藻土は水を加えて塗れる状態にします。底の深くない容器に粉末状の珪藻土を入れて水を少しずつ加えながらゴムベラで練っていきます。ダマがなくなるまで混ぜてだいたい3キロずつ作っていきましょう。水の適量は珪藻土の種類や塗る人の技量によっても変わるので混ぜながら調整しましょう。乾燥しないようビニールをかぶせなじませるために3分ほど寝かせます。大量に作る場合は攪拌機を使うと簡単です。珪藻土をお茶碗2杯分くらいすくってコテ板にのせます。コテやヘラを使って珪藻土を塗っていきましょう。硬くて塗りにくい場合は水を少し足しましょう。コテを浮かせて塗る厚みを調節しながら角度を一定に保ってコテを進めます。模様をつける場合は2度塗りをおすすめします。2度塗り後の厚みが 2mm になるように1度目は薄く塗っていきましょう。壁際はコテの広い面を使ってぎゅっと押し出すように埋めます。四隅はコテの先端や角を使って埋めていきます。同じように全体を塗っていきましょう。一度塗り完了。表面がサラッとして半乾きになったら2度塗りで模様をつけていきます。コテを使ってラフにゴムベラを使ってスパニッシュ仕上げに櫛を使って波模様に。他にも様々なパターンがあるので自分好みに模様をつけましょう。2度塗り完了です。塗り終わったら珪藻土が乾く前に上の方から養生を外します。ぶつかって削ってしまってもまだ乾いていない状態ならコテで慣らして補修できます。乾くまでに 2,3 日。完全に乾燥できたら完成です。